今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から9番目の宿場、小田原宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、神奈川県小田原市にある、小田原駅。東海道53次の9番目の宿場、小田原宿巡りはここからスタート。一つ前の大磯宿からだと、JR 東海道本線で約20分。東海道新幹線と小田急線もあるから、宿場へのアクセスはいい方だと思う。小田原宿があったのは、神奈川県小田原市。赤丸のあたりに小田原宿があった。小田原宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡に行くには、小田原駅の東口から、駅を背にして直進。江戸方見附跡までは、徒歩で約17分。細い道もあるけど、大通りの方を進む。歩くのが大変なら、バスで行くこともできる。小田原駅東口から箱根登山バスに乗って、山王橋バス停で下車。そこから徒歩で約1分。徒歩で行くなら、栄町1丁目交差点を左に曲がる。左に曲がったら、しばらく道なりに進む。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見つけ、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。銀座通り交差点は直進する。この交差点を過ぎると、屋根があるから、日差しが強い日でも少しは楽に進むことができる。小田原には9丁目の石碑がある。小田原城の城下町だけかもしれないけど、9丁目の解説もあるから、ただ歩くだけでも楽しめる。ゆっくり見てたら、時間がいくらあっても足りないですね。そうだね。だから、今回は詳しく見ることはやめておこうと思う。七枚橋交差点も直進。道が合ってるか不安になってきたけど、国道1号線との交差点まで、道なりに進む。この先で、道が右に曲がる。細い道が直進方向に伸びてるけど、道なりに右に曲がっていく。その先に見える交差点が、国道1号線と交差するところ。この交差点の名前は、浜町。ここを左に曲がると、旧東海道の江戸、日本橋方面、奥に見える歩道橋あたりが、最初の目的地。最初に行くのは、江戸方見附跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点の間に小田原宿があった。赤丸のあたりに、江戸方見附跡がある。歩道橋の横に、小田原宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡がある。でも、この先にも、江戸方見附跡っぽいものがあるから、まずはそっちに行ってみることにする。どれくらい離れてるかわかるように、3倍速のノーカットでお送りします。到着しました。鼻で隠れてるけど、東海道、小田原宿って書いてある。この場所は、山王橋バス停のすぐ近く。反対側にも同じものがある。さっき通り過ぎた江戸方見附跡との関係は不明。ここにある解説には、小田原、町しるべ、山王口とある。山王口は江戸口見附とも呼ばれって書いてあるから、ここが江戸方見附跡って可能性もありそう。さっき通り過ぎたところにも、江戸口見附跡って書いてありましたね。もしかしたら、この辺ってことはわかってるけど、正確な位置はわからなくなってるのかもしれない。後で解説するけど、小田原は、第二次世界大戦で空襲の被害に遭ってるからね。平塚宿もそうでしたよね。空襲の被害で昔の街がわからなくなってるのは、すごく残念だよね。本当の江戸方見附跡かもしれないところから、さっきの解説があるところまで戻る。ちなみに、小田原宿では江戸口見附になってるけど、このシリーズでは、江戸方見附で統一しようと思う。ここには、文部省指定史跡って書いてあるから、
ここが本当の江戸型見附跡な気もする。周辺案内図は、色あせてしまって、ほとんど見えない。でも、その隣の解説はまだ大丈夫。撮影は令和6年、2024年9月だから、このまま数年したら、ほとんど見えなくなるかもしれない。この場所は、江戸時代には、小田原城下に入る東海道の東の出入り口だった。江戸型見附は、道が折れ曲がるマス型になってたみたい。見附は防衛施設で、宿場の出入り口に設置されてた。城下に入ると、すぐ右手、北側に番所があって、通行人の監視などをしてたとのこと。この場所には日本橋から20里、約 80km の一里塚もあったらしい。これが一里塚の跡なのかな？そんな雰囲気がありますね。ちゃんと保存されてる感じだよね。江戸時代当時のものか、復元されたものかわからないけど、一里塚って言われたら、納得できると思う。真相は不明。一里塚らしきものがある場所は、新宿公民館の横。この先に新宿って交差点があるから、この公民館も新宿公民館だと思う。でも、旧町名としては、新宿町らしい。新宿町は、江戸時代前期に、東海道が北に付け替えられた時にできた町とのこと。城下の出入り口、山王口に接してたから、藩主が帰ってきた時のお出迎え場所でもあった。豪宿や茶屋も並んでたらしい。豪宿は、紅葉で藩御所に出向く村人が泊まる宿屋のこと。小田原駅から江戸型見附跡に向かう途中で曲がった、浜町交差点を直進。ここの旧東海道は、現在の国道1号線。本当に新宿町と書いてありますね。江戸時代前期に東海道が付け替えられたのは、小田原城の大手口の変更のため。現在残ってる大手門跡は、小田原城の東側。大手門の位置が変更される前は、小田原城の南側にある、箱根口門が大手門だったらしい。大手門は、城の正面の門のこと。その大手門を、江戸に向く位置に変更したってことみたい。東側に大手門を移動させたから、大手門はそれ以前より北東の位置になった。だから、東海道を北に付け替えたってことだと思う。旧東海道は、新宿交差点で左に曲がる。国道1号線を渡った先に、旧東海道って書いてある案内板がある。この案内だと、どっち方面が旧東海道かわからないけど、旧東海道は成合交流館の方面。しばらく直進して、車が出てきてるところを右に曲がる。旧町名、鍋町の石碑を通り過ぎる。旧東海道は、かまぼこ通りの看板があるところを右に曲がる。国道1号線から左に曲がって、少し行ったら右に曲がる。この区間の旧東海道は、マス型のようになってる。小田原城の防衛のためなのか、東海道の付け替えの影響なのかは不明。全く関係ない理由の可能性もある。古くからある町って雰囲気。かまぼこ通りというくらいなので、かまぼこ屋さんがたくさんあるんですかね？そうなんだと思う。いつの時代のものかわかんないけど、古そうな建物もあった。次は、下野問屋跡。江戸型見附跡と離れてるから、見附に興味がないなら、ここから巡るのもいいと思う。下野問屋跡は、令和6年、2024年9月時点で、自動販売機の横にある。気づかずに通り過ぎやすいから、注意が必要。問屋場は、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。小田原宿には2軒の問屋場があって、そのうちの1軒の下野問屋場がここにあった。下野問屋場跡の目印は、旧町名、高梨町の石碑。その江戸川、日本橋側に、下野問屋場跡がある。旧町名の石碑の解説によると、2軒の問屋場は10日交代だったらしい。道の反対側から、下野問屋場跡を見るとこんな感じ。目立たないところに解説があるのがわかると思う。旧町名の石碑を見て、通り過ぎたのに気づいて、戻ってから撮影し直してましたよね。それは言わないで。江戸の町ができる前、この青物町交差点が、甲州道の起点だったらしい。青物町交差点から北に進んで、小田原宿を抜けて、南足柄を通り、足柄峠を越えて、甲州方面に向かってたとのこと。そして、この青物町交差点付近が、
小田原宿の中心だったらしい。本町という地名からも、中心地という感じが伝わってきますね。地名の由来を考えると、昔の様子を想像できるよね。御殿場の地名の謎の動画は、それがテーマでしたね。次は、小清水脇本陣跡。旧東海道が国道1号線と合流する手前にある。ただ、ここは脇本陣じゃなかったかもしれない。小清水脇本陣跡は、令和6年、2024年9月時点で、高齢者向け賃貸住宅、プラージュ小清水になってる。この場所には、以前は小清水旅館が建ってて、それが小清水脇本陣と関係してるとのこと。小清水旅館は本陣も関係してるから、本陣のところで、改めて説明しようと思う。脇本陣は、本陣が使えない時に使われた宿泊施設のこと。脇は、予備という意味。本陣については、本陣のところで説明する予定。小清水旅館は、平成8年、1996年に廃業、平成19年、2007年に取り壊されたらしい。ここの開設は、昭和20年、1945年8月15日の、小田原空襲についてのものだった。小清水旅館も空襲で焼けてしまったらしい。その空襲の約10時間後、ラジオで玉音放送が流れたとのこと。プラージュ小清水の2階には、資料館があるみたい。小清水脇本陣は、東海道中膝栗毛にも出てくるらしい。ただ、脇本陣ではなく、ただの旅籠だったって情報もあった。脇本陣は、一般客も泊まることができたから、その辺で情報が錯綜してるのかもしれない。次は、清水金左衛門本陣跡。小清水脇本陣跡の2軒隣にある。小清水脇本陣の疑惑も深掘りしようと思う。旧町名、宮前町の石碑のところに、清水金左衛門本陣跡がある。本陣は、幕府公用人や大名などが泊まる宿のこと。一般客は泊まることができなかった。その本陣が使えない時の予備が、脇本陣。小田原宿には本陣が4軒あって、清水金左衛門本陣は、明治天皇が全国巡行で宿泊したとのこと。ここの解説には、東海道文献のベーズと、現代の地図で、宿場の施設の位置が示してある。この場所の蓮向かいに脇本陣があったみたいだけど、小清水脇本陣は清水金左衛門本陣の隣だったはず。小清水脇本陣が旅籠だった説が正しいってことかな。そして、上野といえばの位置も違う。東海道文献絵図だと東海道の北側だけど、小田原宿名水だと南側らしい。記念碑は、宿名水に基づいて南側に建ててあるとのこと。文献のベースによると、脇本陣はこの辺り。動画編集中に分かったことだけど、これから行くなりは交流館前に、江戸末期の町割りがあるらしい。それによると、小清水脇本陣は脇本陣ではなさそう。脇本陣は、東海道文献のベースと同じ場所だった。そして、小清水脇本陣のところに、旅籠って書いてある。小清水旅館は、明治になってから、清水金左衛門本陣と小清水脇本陣が一緒になってできたらしい。小清水旅館が建ってたのが、小清水脇本陣があったところ。こういう説明も、小清水脇本陣じゃなくて、小清水っていう旅籠のことなんだと思う。兄が清水金左衛門本陣、弟が小清水脇本陣を経営してたって情報もあった。結局、どうなってたんですか？この場所に清水金左衛門本陣があって、その蓮向かい、江戸川、日本橋側に脇本陣があった。清水金左衛門本陣の隣には、小清水って旅籠があった。本陣は兄が経営して、旅籠は弟が経営してた。明治になって、本陣と旅籠が合併して、小清水旅館になった。小清水旅館は、平成8年、1996年に廃業して、平成19年、2007年に取り壊された。小清水旅館の跡地には、高齢者向け賃貸住宅が建ってる。こんな感じだと思う。町割りには、本陣の蓮向かいの脇本陣のところに、米屋さん右衛門って書いてある。読み方を調べてたら、これで右衛門と読むって情報があった。正しい読み方はわかんないけど、三右衛門って読むことにした。これで、五右衛門って読むから、読み方的には右衛門じゃなくて、右衛門なんだと思う。ちなみに、らしい。神奈川宿の本陣跡の位置もそうでしたが、はっきりしないことが多いんですね。昔のことだから、確定させるのも大変なんだろうね。次は、考察バーと、旧東海道と国道1号線が合流するところにある。
本町交差点で、旧東海道と国道1号線が合流する。この交差点の北西の角、京都方面に向かって右側、交差点を渡った先に、考察場跡がある。考察場は、掟やハットを掲げておくところ。小田原宿では、中心地の宮前町の一角に考察場があったとのこと。この考察場跡は、さっき見た古そうな建物、小田原宿なりわい交流館のハス向かいにある。なりわい交流館に気を取られてると、見落としてしまうかもしれない。なりわい交流館と、柳と思われる木の組み合わせが、なんとも言えない雰囲気を醸し出してる。ちなみに、さっき言った江戸末期の町割りがあるのは、赤い四角で囲った看板の裏側みたい。違ってたらすみません。小田原に行く機会があったら、確認しましょうか。そうだね。今回は宿場巡りだったから行かなかったけど、小田原城も行きたいしね。小田原城は桜の季節がいいらしいですね。桜の季節は、行きたいところがたくさん。この小田原宿なりわい交流館は、昭和7年、1932年に建てられた、旧網問屋を再整備したものらしい。建物自体も貴重なものみたいだから、一見の価値はあると思う。大正12年、1923年の関東大震災で被害を受けた建物を、昭和7年、1932年に再建したものとのこと。小田原の典型的な商家の作りの、出し下駄作りになってるらしい。現在は、市民や観光客の憩いの場として、誰でも立ち寄れるお休みどころになってる。でも、令和6年、2024年9月時点で、臨時閉館になってた。耐震改修工事で、令和6年、2024年8月19日から、令和7年、2025年3月31日まで、閉館してるとのこと。内部の衣装も特徴的みたいだから、改修工事が終わったら、また来てみようと思う。考察場跡は、この交差点の向こう側、ひっそりと日が立ってるのがわかると思う。正確な距離はわかんないけど、感覚的には、この辺が宿場の折り返し地点という感じ。次は、片岡本陣跡。明治天皇が宿泊した場所でもある。小田原城の案内を過ぎた先に、片岡本陣跡がある。小田原宿には、4軒の本陣があって、江戸川、日本橋側から2軒目にあったのが、片岡本陣。1軒目が、さっき言った清水金左衛門本陣。清水金左衛門本陣もそうだったけど、片岡本陣にも、明治天皇が宿泊したことがある。片岡本陣跡には、令和6年、2024年9月時点で、マンションが建ってる。マンションに向かって右側、敷地のように見える奥に、明治天皇本庁安西所跡があるらしい。片岡本陣跡の土地の一部を整備して、石碑を建てたとのこと。明治天皇がこの場所に宿泊したのは、明治11年、1878年11月7日、北陸、東海巡行の時だったらしい。北陸巡行といえば、彦根城の解体の危機に関係してますね。それが明治11年、1878年10月11日なので、その帰りということでしょうか？そういうことみたい。8月30日に東京を出発して、北陸を通って京都へ。京都から東海地方、小田原を経由して東京に戻ったらしい。東京に到着したのは、11月9日。次は、久保田本陣跡。片岡本陣跡の少し先にある。久保田本陣跡は、令和6年、2024年9月時点で、江戸、日本橋方面から行くと、見落としやすくなってた。久保田本陣跡があるのは、みゆきの浜交差点の手前。葉っぱが茂った街路樹の向こう側に、久保田本陣跡の石碑がある。これは見落としやすいですね。みゆきの浜交差点の手前ってメモしてたから、発見することができた。久保田本陣は、紀州徳川家や、九州の黒田家、鍋島家、中国地方の毛利家などの大名が城宿にしてたらしい。久保田本陣跡は、令和6年、2024年9月時点で、2階建てと思われる建物が並んでる。久保田本陣の久保田氏は、江戸時代前期から町年寄や、名主役も務めてたとのこと。町年寄は、町役人のことみたい。町役人の中に、町年寄とか、名主がいるらしい。名主は村役人の中にもいるみたい。都市は町役人、農村は村役人ってことらしいから、
久保田氏は町役人の町年寄りと名主を兼ねてたってことかな？次は、上野問屋バーと、みゆきの浜交差点の先にある、上野問屋バーとの石碑は、令和6年、2024年9月時点で、真中病院の生垣の中にある。ここが、東海道文献絵図と、小田原市区、宿名水で場所が違うところ。石碑は小田原市区、宿名水に合わせて設置されてる。江戸時代に天皇がいた京都が上だから、京都側の問屋場が、上の問屋場。反対に、江戸川、日本橋側の問屋場が、下の問屋場ということ。令和6年、2024年9月時点で、上野問屋場跡には、真中病院が建ってる。真中病院は、明治39年、1906年に真中直七郎が開業。その時は、真中外科医院だったらしい。昭和12年、1937年、息子の真中義雄が後を継いだ。その後、真中病院に改称したとのこと。古そうな建物が出てきましたね。薬屋さんでしょうか？撮影時はわからなかったけど、この建物は登録有形文化財らしい。再生堂薬局小西本店店舗。江戸時代初期から、この場所で、薬種商を営んできた老舗らしい。代々、小田原市区の問屋役を務めてたとのこと。場所を考えると、上の問屋場の問屋役、責任者だと思う。関東大震災で倒壊した旧店舗の材料の一部を使って、大正14年、1925年頃に完成したと伝えられてるみたい。ちゃんと見なかったのは、もったいなかったですね。調べが足りなかった。次は、清水彦十郎本陣跡。久保田本陣跡から少し進んだところにある。清水彦十郎本陣は、小田原市区で一番京都寄りにある本陣。出雲松江の松平家や、美濃大垣の戸田家などの大名家が城宿としてたらしい。清水彦十郎本陣について調べてみたけど、これ以上の情報は見つけられなかった。清水金左衛門本陣と同じ清水だから、関係があるのか、ないのか、何か知ってたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。清水彦十郎本陣があった場所は、令和6年、2024年9月時点で、空き地下駐車場になってる。そして、その向かいには、有名なウイローのお店がある。ウイローで有名な地域はいくつかあるみたいだけど、その一つが小田原で、ここがそのお店。ここは株式会社ウイローの本店。令和6年、2024年9月時点の代表取締役は、第25代ウイロー東右衛門とのこと。創業は応安元年、1368年。約600年前、ウイロー家2代目のウイロー宗貴が、客の接待に供したのがウイローの始まりらしい。ウイロー氏の歌詞が訳されて、ウイローと呼ぶようになったとのこと。ウイロー家が小田原に来たのは、5代目東右衛門貞治の代の時。北条早雲に招かれて、小田原に移ったらしい。それまで京都にいたみたい。京都には弟がいて、お菓子の製法も残したみたいだけど、室町幕府と共に陛下にかかって、絶景したとのこと。ウイローとウイロー家の歴史は面白いけど、長くなるから、このくらいにしておこうと思う。ウイロー家といえば、湘南発祥の地大磯の動画でも出てきましたね。歴史系の深掘りは、色々繋がってくのが面白いよね。調べなかったら、知らないままでしたよね。このチャンネルが長く続けば続くほど、いろんな動画が緩く繋がっていくような気がします。早川口交差点を過ぎて、東海道本線と箱根登山鉄道の下を通る。小田原地区はもう少し続く。この先に東海道新幹線が通ってるけど、小田原地区の京都側の出入り口、上方見附跡は、その近くにある。板橋見附バス停の先の交差点を右に曲がる。バス停の名前に見附が入ってるということは、この辺に上方見附があったということですか？その通り。次は、上方見附跡。東海道新幹線の線路の手前にある。板橋見附バス停のところの交差点を右に曲がる。曲がってすぐのところが、小田原市区の上方見附跡。解説には、板橋、上方口って書いてある。このシリーズでは、上方見附に統一しようと思う。上方見附を過ぎると、そこは板橋村。板橋村には、早川から取水した小田原用水が流れ、その上に板橋がかかってた。それで板橋村になったらしい。この地図だと、上方見附を出てすぐのところに、橋がかかってるように見える。上方見附が折れ曲がるマス型になってるのもわかる。
ここには、板橋、上方口柳井門が建てられてた。柳井門の内側には、小田原藩の御番所が設けられ、藩士が通行を監視してたとのこと。小田原宿の上方見附跡周辺には、お寺とか神社とか、色々あるみたい。そういうのを巡るのもいいかもしれない。江戸時代は、この場所で道が2回折れ曲がって、京都方面に続いてた。現在は、今曲がってきた交差点で、旧東海道と国道1号線が分岐してる。国道1号線は直進してて、旧東海道は右に曲がってる。その先で、旧東海道は国道1号線にまた合流するみたい。小田原宿を出ると、旧東海道の最大の難所と言われる箱根八里。江戸時代は、増形を過ぎたところに橋がかかってたけど、現在は橋が見当たらない。川か、小田原用水かわからないけど、水の流れがどこかにあるはずだから、探してみる。小田原用水は、小田原城下に水を届けるために作られたらしい。日本最古の水道って情報もあった。さっきの地図だと、京都方面に向かって右側を流れてたから、ここで右に曲がってみる。猫さん発見。猫さんの横を通って、先に進む。水の流れ発見。見た目的には、小田原用水の可能性が高そう。流れの先を確認したいけど、行っていいのかわからないから、戻ることにする。近くの住民の方に話を伺ったところ、この流れは、早川から取水した用水とのこと。江戸時代からこの場所を流れてたみたい。今は地下を流れてるから、橋がなくなってる。江戸時代は、この辺に橋がかかってたんだと思う。その住民の方の話によると、小田原用水は、小田原城の池、確か蓮池に注いでるらしい。そう聞いてるだけだから、動画にするなら調べてみた方がいいとのことだった。調べたところ、明治以前、三の丸の堀に、小田原用水の水が引かれてたらしいって情報があった。丁寧に教えてくれた住民の方に、この場でも感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。ちなみに、小田原宿、成合交流館前の水の流れは、小田原用水を再現したものらしい。旧東海道は、この交差点の向こう側の道。小田原宿の京都側の出入り口、上方見附跡から、次の箱根宿までは、バスで移動する。さっき見た板橋見附バス停の反対方向のバス停が、国道1号線を京都方面に進んだところにある。上方見附跡を道路の反対側から見ると、こんな感じ。ここの交差点は、板橋見附。こっちが江戸、日本橋方面。こっちが旧東海道の京都方面。バス停は国道1号線を直進。東海道新幹線の線路の下に、板橋見附バス停がある。板橋見附バス停から箱根宿に行くなら、箱根登山バスか、伊豆箱根バスに乗って、箱根関所跡バス停で下車。箱根登山バスなら箱根町港行き、伊豆箱根バスなら箱根関所跡行きのバスに乗る。板橋見附バス停から箱根関所跡バス停までは約50分。ついでに箱根観光もしたいなら、箱根登山鉄道を使ってもいいかもしれない。箱根登山鉄道を使うなら、この先に板橋見附駅がある。乗り換え案内によると、箱根湯本駅でバスに乗り換えることになるらしい。早く行きたいならバス、箱根宿以外の観光もしたいなら箱根登山鉄道という感じですね。そうなると思う。箱根八里をバスで越えることができるみたいだから、小田原宿、箱根宿、三島宿をセットにするのも面白そう。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、小田原宿はこれで終わり。次の箱根宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。